はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私のチャンネルで初めての企画、商品レビューをやります。第一発目の紹介したい商品がカッターナイフです。で、このカッターナイフの替え刃、もう私のね一押しの替え刃があるんで、それを紹介します。はい、私の一押しのカッターナイフの替え刃がこれとこれは同じなんですけど、これです。これがねすごくいいんですよ。これ商品名というかメーカーはムラティック KDS っていうレーザー墨出し機で有名なんですよね。このムラティック KDS っていうメーカーで、そこで作られているこのカッターナイフ用の替え刃があるんですけど、このですね片刃っていうのがもうこのメーカーしか日本ではちょっと見つかりませんでした。このカッターナイフ、一応何かを切る目的ではなくてですね、墨付け毛書き墨付け用として使うにはこれ非常に最適です。で、私はこの大きい刃とこの細い刃、これがこの刃なんですが、両方買ったんですけど結局ねこっちしか使わなかったんで、このサイズの方がおすすめですね。毛書きに使うんであればこれ非常に使いやすいです。ちなみにこの刃ではなく、この本体の方はオルファです。オルファ、日本でシェアナンバーワンのオルファですね。このね片刃がねすごくいいんですよ。で、その片刃の良さを今から説明します。前回シリーズで動画のシリーズで補助継ぎの動画シリーズをやったんですけど、その時に常に使っていたのがこれです。この替え刃が今の片刃のムラテック KDS の替え刃です。で、これでいつもこう毛書きをやってたんですよね。精密に切りたい時は必ず鉛筆ではなくナイフの方を使っています。こちらがちょっとサイズは違うんですが、これが普通のこれ片刃でないこの両刃のカッターナイフの刃で、これで引いてもいいんですけど、これ見てわかると思うんですけど、こちらには斜めに刃が削ってあって、こちらは削ってないんですよね。こういう形です。で、これだとですね、この引きたい線が直角に切り込みが入るんですよね。直角に入る。で、この普通のやつですね、普通の一般的なこの刃の場合、両刃になってるので、少しですねこの引きたい場所に線を引こうと思うと、斜めに刃を斜めに入れないとぴったり合わないんですよね。これがもう本当に些細なことなんですけど、せっかくこのナイフの切り込みで毛書きをするんですから、できるだけ精密に引きたいんですけど、この両刃の場合は少し斜めに入ってしまうんですよね。で、斜めに入った線でノコギリを入れて切ると、斜めになった分少し切り込みの跡が切り口に残ってしまうんですね。で、それに対してこの片刃だとですね直角に入るんですよ。木を当ててそれに沿わせて毛書くっていう場合ですね。普通の両刃の替え刃の場合、傾けて引くんですが、これ傾けて引くと必ずですね
こちらの定規用に当てた木の方が削れてしまうんですよ。これがねなかなかうまくできない。ちょっと傾けるとこっちに食い込むんですよね。この定規として使用した木の方にこう食い込んでこう削れちゃうんですよね。であまりこれ寸法誤差につながって良くないので、そういう意味でこの木材を定規として当てた時はもう絶対こっちの型場の方が断然やりやすいです。これは本当にすごくやりやすい。でさらにこの薄刃なのでこう多少こう反りが反るんですよね。こう折れない程度にこうギュッとやれば反ってピタッとひっついてくれるんで、そういう意味でもこのカッターナイフの刃で描くっていうのは非常に有効だと思います。このですね普通のこの一般的な両刃の替え刃がですねあったので、この同じサイズでですね、でちょっと実験をしてみたいと思います。でこれ最初に言っておきますけれども、これ驚くほどの違いがありません。この2つの違いを比べてこの毛書きをした結果ですね。で今からやりますけど驚くほどの違いはありません。残念ながらですね。はい。でその結果を見て皆さんがご自分で判断してください。で今からやっていきます。この角材にこのスコヤを当てますね。でまずこの普通の両刃のカッターナイフの刃でここに切り込みを入れます。でその時にできるだけこの刃を直角にこう当ててですね、木材に対して直角に当ててこう切り込みを入れてみます。はい。立てるとですね少しこの定規よりも少し線が離れるんですね。でそれに対して型場の場合はぴったりこの定規のここの横のラインに密着しますんで、ぴったりの線が引けるはずなんですが、でそれでこの違いを見ていただくっていう実験です。今で型場で切ってみますね。もうちょっと移動して、でこれも直角に当てて引いてみます。で2回しっかり引いて、はい、引けました。でこれ見ていただいてもほとんど違いがわからないですね。もうちょっと分かりやすくするためにこれ隣にですねこの型場だけで引いた筋っていうのを一回引いておきますね。線を切り込みを入れておきます。はい。でこのぐらいです。ピントがはい。こちらが2本今線引いた切り込み入れたところで、こちら型場で2回通りこう切り込みを入れた線です。で確かにこっちの方が少しこう幅が広くはこうなってるんですよ。だからこの分だけズレがあるっていうことなんですけど、このズレが計算上 0.19 ミリです。替え刃の厚みが 0.38 ミリとあって、これ多分日本のカッターナイフのこの替え刃の規格でこうなっているはずなんですね。他のものも多分同じです。ですんでこれ 0.38 ミリ全部共通で、この両刃のこの替え刃も 0.38 ミリのはずです。でですからこの半分、この刃の厚みの半分だけ型場よりも少し外にずれるっていう計算になるんですね。この両刃の場合この 0.19 ミリのこの誤差がその使う人によってどのぐらいのレベルかっていうのは個人差があるので、この差がですね私にとっては大事だったんですね。はい、だいぶ前の動画でですねこれ作ったんですよね。マーキング、海外だとマーキングナイフとか言うんですが、一応毛書き木工用の毛書き針っていうふうに私はそういう呼び方をしてるんですけど、これ普通の釘をですね尖らせて
で焼き入れて作ったんですけど、やっぱりね別にこれケガキに使うには問題はないんですけど、使ってるうちに切れなくなってくるんですよね。でそうすると研がなければいけないので、それがねめんどくさい。でやっぱり結局これを持っててもカッターナイフを使っちゃうんですよね。で非常に便利です。折ればすぐ切れ味が戻りますから、そういう実用性の面でもこれが非常に役に立ちます。はい、この刃を折ることで常に新品の切れ味で切れるという素晴らしい発明です。これ日本ではカッターナイフって呼ばれてるんですが、海外ではですね、海外でもカッターナイフって呼ばれてるところはあるんですけど、ウィキペディアで調べると、カッターナイフは和製英語であり、英語圏ではユーティリティナイフと呼ばれるほか、表彰からスタンレーナイフ、ボックスカッター、X アクトナイフなどとも呼ばれるということです。ちなみにね、これ日本人が発明しました。はい、これ世界に誇る大発明ですね。はい、というわけで、私のおすすめの商品、この片刃のカッターナイフの替え刃をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。